工芸のところから出発してないわけですよね。むしろ生活から出発してるっていうことなんですよね。その自分の感じ方っていうものからこのものを考えることが多いんですよね。自分からなんかするとすればやっぱり使える工芸、それから共に暮らす工芸って言いますけども、そういうものをやっていきたいなという思ったわけですね。作ることとそれから暮らすこと、その2つがほとんどの生活の占める割合が大きいですよね。三谷隆二です。71歳。仕事は木工と、漆漆工をやっているので、木漆工って言っています。長野県の松本に住んでいます。盆地でね、周りにその高い山があって、自然が非常に周りに多いんですよね。で、町は非常に小さい。で、そういう町の機能、人の気配とね、自然とのバランスがとてもいい町だというふうに僕は思っていますけども。それでその町の影響っていうか、自分の仕事も非常にそれに近いっていうふうに思ってるんですけども、自然のままの木の雰囲気とかっていうのを好みはしないし、といってあまりにも人工的に作りすぎちゃうようなものもあまり好きではないという。ですからやっぱり人の気配と、それから自然の持っている元々のこの生き生きしたものと、それからうまく混在しているようなものが自分にとっては好きなものなんですよね。これまでいろんな材料を使ってきたんですけども、一番、長く一番よく使ってきたのは桜とくるみの木ですね。桜がどうして好きかって言えば、桜っていうのは本当に硬くて非常に粘りがある木なんですよね。それから経年変化って言いますけども、時間が経つと非常に濃い色に変化してくるっていうことがやっぱり好きな理由だっていう。それはくるみの場合もそうなんですよ。この銅管って水を吸い上げる、立ってる時に吸い上げる銅管っていうのがあるんですけども、そこに漆が入っていくんですよね。そうすると入っていくところと入っていかないところの両方がちょっと変化が自分たちが想像する感じじゃなくて自然に出来上がってくる変化があって、そういうところがくるみの面白いところだなと思っています。今のその1981年ぐらいから仕事を始めたんですけども、いわゆるその前衛工芸っていうものと伝統工芸、その2つがほぼ中心を占めていたわけですよね。で、その前衛工芸っていうのは何かそのいいものももちろんあるんですけれども、なんかその人を驚かすような、その新規性で驚かすような感じがあったり、感動とは僕は違うっていうふうに思ってたもんですから、なんかそのちょっと違うなっていう印象を持ってたんですね。で、一方でその伝統工芸っていうのは高い技術を保存するって意味合いではとてもよくわかるんですけれども、その技術だけでその技術を誰にどこに伝えようとしているのかっていうのがよく見えなかったわけですね。で、実際その両方とも前衛もそれから、伝統工芸もその生活で使えるものではなかったわけですね。で、自分が思う工芸っていうのはやっぱりその生活の中から出てきたと思っているので、
例えば一番最初に僕はカトラリーとかバターケースとかそういうものを作ったわけですよね。でそれは自分が欲しいと思って作ったんですけども、それはいわゆる工芸の範疇におそらく入ってないと思うんですよね。工芸の範疇じゃなくて雑貨に近いと思うんですよ。その人々の欲求はむしろ雑貨に近いところにあったようにも思うんですよね、今考えればね。ですからその人々の欲求みたいなものに応えていくことが僕らの仕事だっていう気持ちもしてるので、工芸をできるだけ近づけたいっていう気持ちがあるんですよね。この前ですけども、丼を作ったんですよね。息子が丼が欲しいって言ってて、で丼っていうのが意外と作る人少ないんですけれども、それはなぜかといえばその割と大きくて手間がかかる割には丼ですから茶碗と違って非常に価値が低く見られるんですよね。かっこいいものがないし、かっこいいもんだと思ってないわけですよね。ユーザーの生活の中から生まれてきたなんか欲求みたいなもの、そういうものになんか応えていくってことは割と自分にとっては大事な一つの世界だって感じしますけどね。手間暇は本当にかかる仕事なんですよね。でどの、陶芸においても漆を塗ってまた研ぎをしてまたいくつか乾かしてそれでまた研ぎをして塗ってみたいな感じで、その時間を長くかけながらやっていくこと、合理的に考えればそれはあまり意味がないかもしれないんだけども、その時間をかけることによって手間暇をかけることによって生まれてくる何かっていうのはあると思うんですよね。それはやっぱり工芸の持ってる魅力の一つだと思うんです。ですからあんまり慌てないで一個こう飛ばしていくと必ず最後までそれが響くんですよね。ですから絶対に飛ばせないっていうなかなか時間のかかる仕事なんですよね。実際その木自体が何百年もかかって大きくなった木なんで、それをいただいてものを作っていくので、同じぐらいの時間その作った器がね、例えば100年残るような感じでしたいと思うわけですよね。好きな色っていうことであればやっぱり白っていう色だと思うんですよね。漆の世界にあんまり白ってはなかったんですけども、やっぱ赤と黒っていうんじゃなくてやっぱり白い器っていうのはやっぱり料理が非常に美味しく感じるし、今の生活の中では白という色は非常に使い勝手がいいというふうに思っていたので、やっぱり白い器を作りたかったんですね。生まれがね北陸の福井なんですけども、やっぱり雪の多い場所で、その冬場なんかは本当に家も全部見えなくなって真っ白の風景の中で毎日暮らしてたっていう時代があって、その中を通学してたわけですよね。そういう経験もどっかにあるんじゃないかっていう気がします。生活工芸というのは、1990年代のバブルが崩壊した後の日本で生まれてきたっていうふうに言われています。それはやはりある面では教団的なその宝飾であるとか、そういうふうにこのお金をどんどん使うような時代があって、それに対して嫌だなって思った人たちがいたと思うんですよね。でそこですごく景気が悪くなって、ああいう外食ばっかりの生活じゃなくて家に帰って自分たちでご飯を作ろうと、もうちょっと確かなところから生活を作り直そうっていうことが生活工芸のベースにあったと思うんですよね。ある程度貧しくてもね、割と貧しいなりに豊かに生きるっていうことをなんとなく DNA 的に持ってるって気がしていて、今の課題をいつも答えていこうとしているので、
あまりどうなりたいかってこともあんまりないんですけれども、やっぱりいろんなものがこの人工的になりすぎてる時代だから、やっぱり身体性であるとか、手で物を作るとか、具体的に人と人がつながるとか、そういうものがやっぱりどうしても求められるんだと思うんですよね。だからその辺のことがこの先本当に求められ続けるのか、もういいというふうに言われちゃうのか、そこは非常に分かりにくいところですね。美しいものとか素晴らしいものっていうのは別に美術館の中だけにあるわけではないんで、本当に街の中にも家の中にもたくさんあるわけです、美しいものがね。でそういうところにある美しさっていうものをこうすくい上げてくるっていうようなことをとても大事なことだと思ってるし、でその人生の本当の一瞬みたいなもの、そういうところにこう寄り添うような工芸がもしもあるとすれば、そういうものは嬉しいなっていうふうに思ってますけどね。